こんにちは、山登りです。今日も私のお部屋からお届けします。最近旅行 Vlog をよく上げてるんですけど、そうするとコメントでいつもお店探しはどうやってしていますかとかコメントを結構いただいていたので、今日は私のお出かけする時のお店の見つけ方、探し方についてお話ししようと思います。まず前提なんですけど、素敵なお店の見つけ方っていうのは受験と一緒で1日では身につかないものだと思ってるんですね。毎日予習をして復習をして、そうやって地道な努力の積み重ねによって、いいお店に巡り会えたりダメな時もあったりで、だんだんその確率が上がっていくっていう風に思ってるんですけど、なので私も日々勉強中ではあるので、これが正解ですみたいなのは見つかってないんですけど、今のところこの方法だったら結構確率が上がるかもっていうのがあるので、それを今日はちょっと紹介したいと思います。まず一つ目、 Google マップをハックするです。これは普通に Google マップで皆さん検索すると思うんですけど、検索すると例えば吉祥寺夜ご飯とか検索するともういっぱい出てくるじゃないですか。そのいっぱい出てくる候補の中からどうやって美味しいお店、素敵なお店を見つけ出すかっていうハックですね。これ私コツがあると思ってて、まず Google マップって検索したら名前が出てくるじゃないですか、お店の。でもこの名前で結構絞れると思うんですよね。大体美味しいお店ってちょっと変わった名前だと思うんですよ。ひらがなだけとか漢字ちょっと読めないとか、みんなに何だろうこのお店って思わせるような名前だったりするんですね。で、お店のそして傾向っていうのもあって、なんか渋い名前のお店だったら本当に渋いおじいちゃんがやってるお店だったりするし、キラキラ系の名前だったら若い人向けのお店だったりもするので、なんかこれはちょっとみんな今度から検索をするときに名前から想像されるそのお店の性格っていうのをちょっと予想して見てみてほしいなって思います。で、まず店名で絞ったらタップして見ていくじゃないですか。そうするとお店の写真がレビューとかで投稿されてたり、お店側から投稿されてると思うんですけど、まずその写真を見るっていうことがすごく大事だなと思ってて、美味しいお店ってもう写真から美味しそうだと思うんですよ。それは料理の見た目の美味しさもそうですし、あとお店の雰囲気ですね。蛍光灯ピカピカじゃないと思うんですよね。いや、昔から地元の人に愛される本当に美味しいお店とかは蛍光灯ピカピカだと思うんですけど、ちょっと隠れ家的であんまり知られてないけど実は美味しいみたいなお店って多分大体ライトそんなピカピカじゃなくてちょっと暗めだったりオレンジがかってたり、もう誰が撮っても料理の写真が美味しそうに見えるっていうことが多いなと思ってて、全部じゃないですけどね。そうで、あとね、レビューも見るんですけど、私レビューは接客態度が悪いとかはあんまり気にしなくて、本当に美味しいか美味しくないかだけを見てます。レビューにもいろいろあって、店員の接客態度が悪かった、でも味は美味しいとか、ここ味は美味しいんだけど店長がなとかいうレビューだったら、もうこれはしめしめって結構思ってますね。だってそんなに接客の態度が悪いのに美味しいっていうことは、その嫌だったっていう気持ちを超えてもなお美味しいってことなんで、絶対美味しいんですよ。こんなの絶対行くしかないじゃないですか。だいたいこういうお店ね、レビュー通りだなみたいなこともあるんですけど、味はやっぱり美味しいなって思うので、本当に美味しいお店に行きたいって時は行った方がいいけど、ちょっと友達と行く時とかね、デートの時は避けた方がいいかもしれません。で、こんな感じでまず店名見る、で写真見る、でその後にレビュー見るで大体総合評価していくじゃないですか。で最後にちょっとまだ情報源足りないなみたいな、最後のダメ押しで調べるといいと思うのがお店の SNS と、あと公式サイトですね。インスタのフィードの写真がおしゃれかどうかとか、プロフィールに書いてある売り文句が何かとかも結構チェックしますね。料理の写真一個もないメニューお品書きだけのフィードとかもあるんですけど、なんかあんまりこれとお店の美味しさには直結しないんですけど、お店の雰囲気で言ったらちゃんと料理の写真とかある程度インスタというものを理解して
運用されてる人たちのお店っていうのはやっぱおしゃれだなって思いますね。でもやってなくてもおしゃれで美味しいっていうお店ももちろんあって、そういう時はタグ付けの投稿を見てください。タグ付けの投稿で来てるお客さんたちがおしゃれで美味しそうな投稿をしてたら、もうそこは美味しいお店です。だってお店側がおしゃれな写真投稿してないのにさ、来てる人たちが素敵な写真撮れるってことは、インスタはあんまり力入れてないけどお店の空間作りとかは素晴らしいってことなので、すごく信頼性が高いんですね。なんか本当に Google マップのレビュー見てると面白いのは、なんか私みたいなめんどくさいお客さんいるんですよ。やっぱ雰囲気良くて友達と楽しい時間過ごせました、ハッピーみたいな投稿してる人たちって多分味にうるさくないと思うんですね。そうラーメン屋さんとかのレビュー見るとめっちゃ面白いんですけど、すごいですよ。何時何分に並び始めて何時何分に入店して、で注文からその着丼ラーメンが来るまで何分かかったとか全部書いてるんですよ。で全てのメニューとトッピングの料金も書かれてて、ここが美味しくてこのお店と比較すると油がどうのとか食べやすさがどうのとかを全部書いてるんですね。でみんな最後に今日もラーメンに感謝で締めるんですけどなんかそういうレビューとかを見て詳細に自分がお店に入ってから退店するまでの体験を考えるっていうのもいいんじゃないかなって思いますね。はいと結構いろいろ細かいことを言ったんですけど、こんなめんどくさいこと知らんねえよっていう人は普通に Google マップのレビュー数が多いところに行けばいいと思いますよ。1000件とか行ってるとこ、もうそういうとこはね大体間違いないから、そういうとこ行ったら口コミのところで検索窓があるんで、検索窓で何が一番投稿されてるのかっていうのを見て、みんながカレーとかチキンとかワードでいっぱい出てきてんだったら、多分チキンカレーが一番人気なんですよ、そこは。だからレビュー数の多いお店で、しかもレビューの中でも一番発言されてるコメントを抜いてそのメニューを食べれば大体間違いなので、最短でやりたい人はこれがおすすめかなと思います。その2、普段から美味しい情報を逃がさない習慣をつけるということですね。これはどういうことかっていうと、SNS を毎日開くじゃないですか。ちょっと前提になっちゃうんですけど、私たちって SNS を毎日開くじゃないですか。そこでたまに美味しいお店とか友達がシェアしているお店とかが流れてくるじゃないですか。そういうのをですね、いちいちチェックする習慣を身につけるっていうのがすごく大事なんじゃないかなって思ってます。SNS で美味しいお店を見つけるのはいいんですけど、それってアルゴリズムでもうバズってるとかいろんな人に評価されてる投稿が上位に出てきちゃうように SNS ってアルゴリズムになってるので、そういうお店ってなんかもう流行りすぎてて美味しいのか美味しくないのか、もうなんかいろんな意見が混ざっちゃっててわからないとか、もう大混雑してて全然予約が取れないとかで、 SNS でじゃあ私たちが見つけるべき情報は何かっていうと、バズっているお店ではなくて一人が猛烈におすすめしているお店だと思いますね。もうこれは本当にフォロワー数が多い人とかじゃなくて、そんなにがっつり SNS をやってるわけじゃない人でも投稿してくれる人たちがいるじゃないですか。そういう人たちの熱烈なおすすめを私は知りたいんですね。そうまだ知られていないけど実は見つけちゃったっていう、そういう情報でまだまだバズってないみたいなのも必死に毎日 SNS をスクロールするときに逃さないようにしてます。でこの逃さないっていうのはどういうことかっていうと、そのお店を見たらそのお店を必ず Google マップにピン止めするっていうことですね。さっきの1個目で伝え忘れちゃったんですけど、そういう日々の美味しい情報を必ず Google マップにピン止めして、Google マップにちゃんと美味しさの予約をしてください。皆さんそれは将来の自分のためです。将来大学に合格する自分を思い浮かべるように、将来美味しいお店でご飯を食べる自分を思い浮かべて、そういう日々ちょっとずつリサーチをして、でちゃんとGoogle マップにピン止めして覚えておくっていうことが大事ですね。
であと SNS 何で検索してるかっていうと、私インスタ使ってないですね。もうインスタは本当にさっき言ったバズってる投稿しか検索しても出てこなくなっちゃうから、スレッズか TikTok のしかも写真とかが多いです。なんで写真かっていうと、SNS 慣れてる人たちって動画の編集とかちょ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 ってできるんで、バズらせるための動画とかをいっぱい作れるんですね。だから大体バズってる投稿って動画が多いじゃないですか。でもそういうのを探したいんじゃなくて、個人の人の猛烈なおすすめのお店っていうのを探したいから、そういう人たちって多分写真で投稿するんですよね。普段からそんな動画で撮るのを習慣づけてる人って SNS やってるって人じゃない限りあんまりいないと思ってて、そういう写真の投稿をスレッズとか TikTok で見つけるっていうのがおすすめかなと思います。そう、あと、SNS でそうやって日々保存していくっていうのも大事なんですけど、私結構これ一番確かだなと思うのが、グルメの友達の口コミは本当に逃しちゃいけないと思いますよ、皆さん。友達でもいるじゃないですか、ご飯食べるのが本当に好きな子って。いつもカフェ行ってるなあの子とか、いつもあの子なんかフレンチのコース食べてるなとか、そういうんじゃない、わかんない、そういうお店を探してる人たちはそれでいいと思うんですけど、私はそうじゃなくて、肉とか居酒屋からそういうコースの料理までいろんなものを食べて、でそれが必ず美味しいものを追っているっていう友達の口コミ SNS のストーリーに、今日はどこどこでこのピザ食べたけど死ぬほど美味しかったとかを絶対ピン止めしてますね、 Google マップに。とか、あと友達と久しぶりに会ったりすると、この前行ったこれ本当に美味しかったとかあるじゃないですか。ああいうのをもうその場ですぐ Google マップで調べて、うわ美味しそうだねとか言ってピン止めですよ。私喋りながらもう流れるように、こういう風に日常にね美味しい情報というのは転がっているので、そういうのをね逃さないという習慣が大事かなっていう風に思いますね。旅行とかだと結構やっぱり探すの難しいので、もともと出身だったっていう子とかがいるじゃないですか。その出身の子とかに聞くのすごくおすすめですよ。だってそこに住んでる人たちのおすすめが一番美味しいんですからね。だから急にさ、ちょっと今度ここ行くんだけど、多分あなたってここ出身だったと思うから美味しいお店知ってるかなと思って連絡したんだとか言って聞いてみるのもすごくおすすめです。そうは言ってもなかなか旅行先と同じ出身地の子なんていなかったりするので、そういう時はですね、まず旅行先に一旦必死に探して見つけた良さそうなお店に行くじゃないですか。それはホテルでも飲食店でもいいんですけど、そういうところでお店の人に聞くチャンスっていうのがあったら、もうね聞いた方がいいと思います。なんかフレンドリーな店員さんとかいたりするじゃないですか、宿の方とか。今日はどちらに行かれるんですかとかって、そういうことをね振られたらもう大チャンスですよ。今日ここに行こうと思うんですけど美味しいお店っておすすめありますかとか言ったらもう絶対出てきます。そう、飲食店の人はやっぱり食のプロなのでもちろん美味しいお店は知ってますし、宿の人もね多分聞かれること多いんだと思うんですけど絶対知ってますね。みんな何個かはやっぱりおすすめのお店っていうのを教えてくれるので、もうね現地の人に聞くっていうのも旅行先ではすごくいいと思います。3つ目が雑誌を読むということです。なんかねこれ言うとちょっとハードル上がるかなと思ったんですけど、ちょっと根拠から説明しますね。まずお金を払ってた情報ってすごく信頼があると思うんですよ。雑誌を作ってる人たちってプロなわけじゃないですか。雑誌ってこの世の中にあるありとあらゆる情報をその雑誌の視点で選び取ってキュレーションしてで楽しくまとめてくれてる本だと思うので、自分が好きな雑誌の例えば京都特集とか台湾特集とかは本当に買った方がいいと思います。ポパイとか人気だと思うんですけど、そうポパイの服が好きっていう子はきっとポパイ編集部が選ぶお店も好きだと思うからそれを選んだ方がいいと思うし、私はアンドプレミアムっていうライフスタイル系の雑誌が好きなんですけど、それの旅行特集とか、旅行特集じゃなくてもどこどこの喫茶店オーナーの誰々さんに聞いたおすすめの本みたいな感じで、そのアンドプレミアムがキュレーションした方のお店っていうのが知れたりするので、本当に雑誌いいと思いますね。
そうは言っても今ってさ、本当 Google マップもそうだし SNS もそうだしさ、みんな無料で得られるじゃないですか、情報なんて。だからなんかわざわざお金を払って、しかも本を読むなんてって思っている人は、そういうオンラインでもう検索窓で検索するといいと思いますよ。地名とか夜ご飯とかディナーとか検索したり、あと雑誌のインスタをフォローしておくと、毎週必ず今週私が行きたいお店みたいな感じ。場合だったらシティボーイが行く、世田谷のお店なのか知らないけど、まあ、そういう感じで洋服の特集だったりしても、必ずそういうご飯系っていうのは毎週の号に入っているので、そういうのをチェックしておくっていうのもおすすめです。もうね、本当にすごいですよ。私がここまで一生懸命さ、日々努力を重ねてお店を探したりしてるけど、もう雑誌のさ編集部さんたちなんてさ、もうその手のプロなんですから。でその人たちがさ、すごい綺麗にで楽しいお店をまとめてくれてるんだから、普通に読むだけでもいいし、でも絶対に間違いがないですよね、やっぱり。それはお店の雰囲気もそうだし、味もそうだし、でその接客とかもね、もちろんいい人たちだし、ただ一つ注意点としては、雑誌って人々の憧れを作る媒体なので、お値段がみたいな時が結構あるんですね。ご飯屋さんは割といろんな価格帯あるんですけど、ホテルとかはね、ほんと結構いいホテルが多いので、ちょっと注意っていう感じですね。そうで、このままの流れで番外編に行きたいんですけど、ホテルの探し方ですね。さっき言ったように、そのちょっといいホテル、一泊そうだね3万とか5万とかするような、ちょっと誕生日とか記念日とかに行ってみたくなるホテルっていうのは、雑誌とかで探すのがおすすめだなって思うんですけど、そうじゃなくて安いけどいいホテルっていうのを、大体の人は探してると思っているんですけど、私もそうなんですけど、お金はかけたくないけどちょっといい宿に泊まりたいっていうわがままな人たちにはですね、さっきの探し方をおすすめしたいんですけど、ご飯屋さんと同じように宿もスレッズとか TikTok で結構やっぱりみんなが熱烈なおすすめをしてくれてたりするので、そういうのを探したり、あと Google マップで行く先がだいたい決まったら、そこでホテルとかゲストハウスって調べたりしますね。でご飯屋さんよりホテルの方が名前から想像される宿の性格っていうのが分かりやすいかも。この名前絶対旅館だろうっていうとことか、この名前はもう絶対ビジネスホテルだわとかわかるんですね。旅館だったら絶対漢字だしさ、ゲストハウスだったら大体英語だしさ、宿はね絶対公式サイトの客室をね見た方がいいと思いますね。光がどれくらい入るかとか、綺麗そうかとか、いろいろあるので、それはチェックした方がいいかなって思いますね。という感じで細かく探し方をお伝えしたんですけど、最初に言ったように本当に地道に探してるんですね、私は。もうさ、必死なんですだってさ、絶対に毎食美味しいものが食べたいと思って生きてるので、もう一食たりとも無駄にしたくないんですね。そういう人にとってはこういう探し方がおすすめだよっていう感じですね。本当に参考程度に見てもらえればいいかなと思います。でもただ一つ言えるのは、こういうめんどくさいことをしている私がおすすめするお店っていうのは、絶対美味しいところをおすすめしていると思っているし、ホテルももう本当にいいところをみんなにシェアしてると思っているので、そこは本当に安心してください、皆さん。そんな感じで、素敵なお店の見つけ方でした。夏休みにみんな旅行とかお出かけとか多いと思うので、ちょっとでも参考になれたら嬉しいです。では今日も見てくれてありがとうございました。今日もいい夢が見られますように。おやすみなさい。